こんにちは、よしひこです。今日僕は大阪・関西万博に来ていますよ。見てください。すごい面白い建物がいっぱいありますね。しかしね、これだけね素敵な建築があるんですけど、関西万博ね三脚等のね、持ち込みはもちろんダメということでね、私ちょっと羽をもがれた天使のような感じになってますけど、今回のでちょっと頑張ってね、このね施設にあるものを使って長時間のこうね建築の撮影をしたいと思います。ではね、楽しみに行ってみましょう。Let's check it out。今ね入ってすぐのね案内所をね撮影しているとこです。案内所のね前に、ベンチがあるのでね、ちょっとそこにねカメラを置いて長時間録音しているとこです。普通にね撮るとこんな感じですけど、1分間のね長時間録音で撮影するとこんな感じです。そしてねこれをブラック&ねホワイト処理するとこういう風に、ね、なりました。結構ねいい感じかなと思いますね。ベンチを使っての長時間録音でした。いやー、なかなかね、面白いね建物がたくさんあって、見てるだけでもね面白いですね。向こうの方に見えるのはね、あれちょっと面白そうなんでね行ってみましょう。あれはねなかなか素敵な建築ですね。あれはクウェイトパビリオンですね。この辺からどんな感じですかね。こんな感じに撮るといいですかね。まあね、三脚も使えないのでこんな感じにね撮ってみましょうか。そしてねこれをモノクロファインアートにするとこんな感じになりました。長時間録音してないんですけどね、いい感じですね。なかなかねこれは面白い超時空シアターということでね、ちょっとね撮ろうかと思ってここにある、オブジェを利用してね、撮影しようと思ってます。ちょっとね人が、いっぱいいるんでね、ちょっとね長時間録音でね人混みをねちょっと消してみようかなと思います。4分間の長時間録音をしているところですね。フィルターはね16段をつけてますね。カメラの前にね人が、しょっちゅうね来るんですけど、長時間録音してるんでねこれらが全てがね、うまいことブレてね、建物だけがね、綺麗に、撮れるかなということですけどね、まあなかなか難しいでしょうね。こういったものね結構あるんで、ぜひ使ってみてください。56秒。まあね長いですね。なんかちょっとね、早いですけどもうストップしちゃいましょう。今日はねちょっとリモコンも持ってきてないです。どうでしょう。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ちょっとね人残ってますけどね、モノクロファインアートにしてみましょう。こんな感じです。パビリオンではないんですが、大屋根リングのね、先にこういったね、非常にリフレクションがね綺麗なねポイントがねありましたんでね、ここをちょっとね撮りたいと思います。まずはね、普通にね、ベンチをね使って撮ったらいいかなと思いますね。角度的にどうでしょうね。ちょっとねこの辺から撮ってみましょう。ちょっとねカバンを利用してね撮ってますけどね、ちょっとね構図的に、水のねリフレクションが、全然入んないんでねちょっと厳しい、構図を強いられてます。
ういった場合はね、何かちょっと、ワンポイントがねいるので、ちょっと考えてみましょう。どうでしょう。ちょっとねワンポイントで、自分をちょっと入れてみましたけど、面白いですね。なかなかファインアートチックです。もうちょっとね、じゃあちょっとねチャレンジして、手すりのね上をねちょっと使ってね、長時間残してみます。はい、今ね、いい構図でね、なったんで、ちょっと手すりを利用してね、撮影してます。これはね、なんですかね、ちょっとしたミニクッション、これはね、白馬のカメラ座布団っていうやつなんですけどね、ちょうど僕はね今、16段の、フィルターをつけて3分撮ってますけどね、どうでしょうか。どうでしょう。なかなかいいんじゃないですかね。そしてこれを、モノクロファインアートにするとこんな感じです。これは面白いですね。なかなか未来的な感じですね。いやー、これはねなかなか面白い建物なんで、しっかりとね、工夫して撮ってますよ。やっぱりね人混みが、バッチリ入っちゃうんでね、2分半3分のね長時間録音で人混みをぶらそうと思ってます。リュックとベンチ、やっぱねこういったところで撮影するのもね、醍醐味ですね。工夫して、もちろんねルールを守った上での撮影、これが大事ですね。日中のね長時間録音、主にねこういったところで目的としてはね人混みをぶらすということですね。あとは空もね、雲のね表情も入れれたらいいんですけど、主にね人混みをぶらすのが目的です。とはいえね、もちろん完全にね人が消えるわけではありません。それもねちょっと、ゴーストとしてね残るもね、こういったねところのね醍醐味ではありますね。どうでしょう。はい、タッチでピョッとね、はい、おお、素晴らしい、素晴らしいんじゃないですか。これは素晴らしいと思います。やりました、やりました。ベストショット、今日一番のベストショットですね。これはもうちょっと頑張りますよ。なかなか面白い、小ぶりですけどね、実にファインアート建築チックなね建物ですよね。もうすでにファインアートな感じがしてきました。こんな感じで撮ってみましょう。三脚がないんでね、なかなかチャレンジングですけど、どうでしょう。おお、なかなかいいですね。いいです、いいです。素晴らしい。まるで UFO みたいですね。ナイスショットでした。あれは何でしょうかね。ちょうどライティングがね素晴らしい感じですね。非常にね、シンプルなパビリオンですよね。こういったところではね、木をてらわないでね、光の方向だけね確認して、手持ちでね、構図を決めて撮るといいと思います。いいんじゃないですか。こんな感じで撮ってみましょうか。ガンダムですね。ブシューッと出てますね。
ガンダムね定番なんでちょっと何枚か撮っておきましょガンダムね、ガンダムかっこいいですよね。あまりねファインアートガンダムっていうのもねやったことがないんで、今回ちょっとチャレンジしてみました。これがね、普通のショットですけど、モノクロファインアートにするとこんな感じ。燃え上がってるねガンダム。ガンダムかっこいいな。これはね何でしょうかね。ちょっとね面白いスポットがあったんで、ここで、ちょっとねファインアート風やってみましょうかね。カバンをね、カバンの上にカメラを置いて今長時間録音してますよ。リフレクションがね、綺麗ですよね。あそこにね水たまりがちょうどなんかねパックマンの口みたいになっててね、ちょうど、並んでる人たちをね食べるのに並んでるみたいですよね。ちょうどねここはね水が張ってあってリフレクションが綺麗でした。このねシンメトリーを利用してファインアートにしてみます。どうでしょう。こんな感じいいですね。こんな感じでモノクロにするとこんな感じです。いいですね。これ意外に面白い、万博ファインアートです。セルビア館ですね。いやもうね歩き回ってねもうだいぶ疲れちゃったんで、大屋根リングのね下に座ってるとこですね。ちょうどね、座っててベンチがあったんでね、そこにカメラを置いて、三脚代わりにしてます。ちょっとね長めに流しましたよ。ファインアートにするとこんな感じです。はい、皆さんいかがでしたか。大阪・関西万博、面白い建物ねいっぱいありましたね。今回ね三脚を使わないというね、難しいミッションでしたけどね、ベンチやね地面に置いたりしてねうまいことね、長時間録音することもできました。ぜひね皆さんもね、会期間中にね、大阪・関西万博ね、やってきて建物ね、撮ってください。もちろんパビリオンのね中がメインだとは思うんですけど、ね並んでて入れない時にね、建物を撮るだけでも十分楽しめると思います。では皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you! you